バカゲーファンの皆様、こんにちは。今回は、暴れん坊天狗を攻略解説していきます。ゲームをスタートすると、ラウンド1から4はどこからでも開始できます。最初にラウンド4から開始した場合はクリア後はラウンド1になります。4つのすべてのラウンドをクリアすると、最終ステージのラウンド5が始まります。操作方法は十字キーで、軸である天狗の面を上下左右に動かします。操作には独特の慣性があり、慣れが必要です。難易度をハードにすると、より顕著になります。天狗の攻撃手段は、B ボタンを押すと、対空と対地ショットが同時に出ます。ショットとして放たれるのは、なんと目玉と唾です。道中、ビルなどを破壊して稀に出てくる人を救出することで軸がパワーアップします。助けた際の効果音のせいか、人を食ってパワーアップしているように見えますが救助しています。初見だと分かりにくいのですが、雷に当たると大ダメージを受けます。特にラウンド1では背景と雷が同じ青系の色なので、慣れるまで見分けて避けるのが困難です。雷が落ちる直前に棒状に青く光るので、光ったらすぐに避けられる位置へと移動しておきます。ラウンドは前半後半の2エリア構成となっており、最後にボスが待ち受けています。ラウンド1はエリア前半後半ともにニューヨークのビル街が舞台となっています。またビル等を破壊した破片と敵の弾も見分けがつきにくいので慣れが必要です。ここからラウンド1の後半パートになります。軸のパワーアップについてですが、ヘルプと叫びながら落下してくる人間に触れることでパワーアップします。5人救助で2連射、10人で3連射になります。その後は5人ごとに画面上の敵を一掃できるボムが手に入ります。ボムは A ボタンで使用します。ボムのストックはできません。画面右下の旗と人間のマークは現在5人中何人救助されているかが表示されます。ラウンドの進行状況ではありません。その下の表記の数字は現在の連射可能数、ボムが使用可能な場合は星マークが表示されます。画面左下に表示されている8つの天狗の顔がライフを表しています。ただし、ライフ1つにつき、弾一発被弾というわけではなく、敵の攻撃力も不明瞭なため、正確な耐久力はわかりません。ライフゲージは、スコア1万点ごとに回復します。基本的に1、2発の敵弾ではライフゲージは減りません。ただし、ラウンド1から3に登場するレーザー、落雷、梅炎に衝突すると、無条件でライフゲージが残り1つになります。コンティニュー回数は有限で、初期状態で6回です。ラウンドをクリアすると1回増えますので、最高9回になります。ラウンド1
1のボスは自由の女神もどきです。顔からは弾を撃ち、さらには手に持った松明で火炎攻撃もしてきます。ボス戦では磁気のライフゲージが表示されませんが、ただ見えないだけで継続されています。ラウンド2です。マップ画面ではテキサス州あたりですが、グランドキャニオンが舞台です。落雷が多いですが、下の山を壊せば避けられるところも多いです。ここでストーリーについて解説します。1990X 年のアメリカに正体不明の惑星が接近していた。それは接近するにつれ、邪悪な生命体となり、アメリカ本土のすべてを覆い尽くそうとしていた。生命体の影響により、人々は皆亡者と化し、心を失っていき、心の残った人間は、囚われの身となり監視されていた。わずかに心の残った人間たちの自由を願う祈りが、海を越えて、平和の守護神である大和の国の天狗に届いた。己の霊力によって、大天狗の面を作り出した天狗は、自由と平和を取り返すため、アメリカ本土へと向かわせた。天狗の面が向かった先には、制御不能となった軍隊や、ダークシードの影響により発生したモンスターたちが待ち構えていた。刻一刻と征服されていくアメリカ合衆国を救うために、大天狗は先へと進むのだった。簡単にまとめると、強制が現れた影響で亡者が徘徊する。生き地獄になってしまったアメリカを救うために、人々の祈りに応えて天狗の面が現れたという内容です。それとは逆に、天狗がアメリカの街を破壊しまくって救っているようには見えないのですが、理由があるようです。実は、元々のタイトルは、実録怨念の生首の予定でした。平将門の首塚から飛び出した落ち武者の生首が、アメリカ合衆国に復讐する。という、とんでもストーリーでした。当時は、このカオスな設定に、任天堂オブアメリカの許可が下りなかったため、天狗の面に変更されたという経緯があります。海外版はゾンビネーションという明らかに元の設定を意識したタイトルで発売されており、時期は生首のままで、ボスの自由の女神もどきが差し替えられています。と、内容はシュールですが、しっかり作り込まれており、建物や地形をガンガン破壊して進んでいく爽快感もあって、しっかりと遊べる両ゲーとなっております。ラウンド2後半は滝が舞台です。落雷はないですが、滝の中に入ると動きが鈍くなります。最後には、時期の色違いである敵ペテングも登場します。裏技でゲーム中に1回だけ体力を全回復するコマンドが使えますが、なんと完全にコナミコマンドです。
ラウンド2のボスは、伝説の巨人ポール・バニアンです。マッチョおじいちゃんです。体当たり攻撃と斧攻撃を仕掛けてきますが、どちらも当たると、即死するほど攻撃力が高いです。ポール・バニアンとは、北米のミウマなどに登場する伝説的な、木こりのことらしいです。ラウンド3は、アメリカ西部の軍事工場が舞台です。前半は、今までのレーザーに代わって、工場からの梅煙が登場します。レーザーより太く、発射間隔も短いので注意です。発射直前の点灯中はダメージを受けないので、タイミングを見て通過します。もちろんレーザー同様当たると大ダメージです。ミサイルも時期に向かって飛んでくるので、うまく誘導して避けながら梅煙も避けます。後半は工場の内部に入ります。このラウンドは狭い通路を通っていきます。ここは強制スクロールで迷路になっているので、道をある程度把握していないと潰されます。ここも中央を通ってしまうと行き止まりなので注意です。ラウンド3のボスは移動原子力発電所です。数画面に及ぶ巨大な移動要塞で、最深部のコアに攻撃を加えれば破壊できます。コアにたどり着くまでは、通常の敵やレーザーも登場するので、特にレーザーには注意です。
ここの奥にあるコアを破壊するとクリアです。ラウンド4は、アメリカ北部の洞窟が舞台です。前後半に分かれていない唯一のラウンドです。他のラウンドにあったレーザー攻撃に当たるものはありません。ラウンド4のボス、金星ヘビです。動く小さな頭が4つあり、倒すと触れると即死する障害物になります。そのため、避けやすい位置で倒さないと邪魔になります。弾をかなり多量に吐いて攻撃してくるので、処理落ちしやすいです。4つのラウンドをすべてクリアするとラウンド5が始まります。ラウンド5はいきなりボス戦から始まります。ラスボス、エーリア・ミーバです。本体は動きませんが、周りを高速で回転する水晶に当たると即死となりますので注意です。ゲームクリアです。お疲れ様でした。
最後までご視聴ありがとうございました。また、次回もよろしくお願いいたします。